In this video, I'll not only show you the beautiful sightseeing spots in Kagoshima, but also share my experience of taking the ferry from Osaka to Kagoshima. I wasn't feeling well during the trip, but you'll see through this video whether my condition improved along the way. I will be thrilled if you enjoy the drone footage I captured for this video. The video is in Japanese, so please use subtitles to follow along. 皆さんこんにちは。ユーザーアドベンチャーのゆうです。今日はですね、鹿児島に向かっています。鎌倉から今大阪に向かっていて、大阪に着いたらフェリーで鹿児島に行こうと思います。なので今新幹線に乗っているので駅弁を食べようと思っています。こちらが駅弁です。駅弁ね、本当に美味しいので食べるの楽しみです。実はめちゃくちゃ風邪ひいてて本当に体調が悪いんです。でも、仕事なので鹿児島に向かっています。鹿児島に滞在するのは結構長いので、なので風が悪化しないといいなって思ってるんですけど、すごい美味しそう、めちゃくちゃ美味しそうです。で、ほら、すっごい美味しそうじゃないですか。これ駅弁です。これは日本の新幹線の中で食べる駅弁です。いただきます。貝ですね。美味しい。こちら卵です。めちゃめちゃ美味しいです。やっぱ日本のお弁当ってめっちゃ美味しいですよね。海外のお弁当も美味しいんですけど、お弁当とか食べ物はやっぱ日本が一番美味しいんじゃないかなって思います。じゃあ大阪に着いたらまた動画回します。大阪に到着しました。大阪に行くまでの新幹線の中ではずっと寝てました。もう体調が悪すぎてめちゃくちゃ寝ました。大体2時間ぐらい寝たんじゃないかなと思います。今これから鹿児島に向かうためのフェリーに乗るので、あのようにフェリーがあります。あのフェリーに乗って鹿児島に行くんだと思います。今日はそのままフェリーで客室がついているので、そこに泊まって明日の朝鹿児島に到着する予定です。なのでこれからフェリーに乗ります。今フェリーに乗って夜ご飯を食べています。かなりね、大阪に着いたりフェリーに乗ったりね、物語をかなり省いちゃってるので、なのでこの動画はね、すごいテンポよく進んじゃってると思うんですけど、とりあえず今フェリーで夜ご飯食べようかなと思うので、ご飯食べていこうかなと思ってます。で、ビュッフェなので、いろんなもの食べ放題になっています。ちょっと見えるかな、こういうものですね。こういうものがたくさんあります。あとは最近カレー食べてなかったので、ここにカレーがあるのでカレー食べようと思います。あとは刺身ですね。刺身も食べていこうと思います。それではいただきます。最近あんまりちゃんとしたものを食べてなかったので本当に嬉しいです。まずポテトです。美味しい。これはタケノコですね。日本の食べ物って本当に美味しいので、日本に来たら皆さん日本の食べ物たくさん食べてください。日本食だけじゃなくてもいいので、例えばカレーでもイタリアンレストランでもフレンチでも自分の国の料理でもいいので、本当に美味しいと思うので、自分の国の料理との違いを経験してほしいな、確かめてほしいなって思います。体調が悪くてすごい喋ると咳が出るので、一旦ご飯食べてる動画はここまでにしようかなと思います。おはようございます。昨日ご飯食べた後体調悪すぎて
お風呂入ってすぐ寝ちゃいました。なんかね、いつもこういう風にいろんなとこ旅しても結構すぐ寝ちゃいます。疲れてたりとか体調悪かったりとかするとすぐ寝ちゃいますね。本当に今日の朝もあんまり体調良くなくて、あと昨日の夜は本当に寒くて、体が寒くて暑くて寒くてみたいな感じで、すごい体はほてってるんだけど、でも寒くてめちゃくちゃ震えるみたいな感じで、本当に体調悪かったのですぐ寝ました。今フェリーで鹿児島に向かってるんですけど、海の上にいます。ちょっとね、今ねマイクをつけ忘れました。でもマイクがなくても多分音は拾えてると思うんですけど、マイクがあった方がやっぱ音質は全然違うかなと思います。これから朝食を食べに行って、で大体鹿児島に着くのが朝の8時過ぎぐらいだと思うので、ちなみに今6時45分ぐらいです。でお風呂に入ったので髪が濡れています。でお風呂というか銭湯みたいなのが、船の中に入ってるので、なのでそれを昨日の夜と今日の朝入ってました。やっぱりお風呂入ると目覚めがいいというか、すごい気分がリフレッシュします。大根の花の動画を見てくれた人はわかると思うんですけど、僕温泉本当に好きなんですよ。なのでお風呂とかね、温泉とかこういうところに入ってたらいつも入りたくなっちゃいます。海外の方もぜひこういう銭湯とか温泉とか入ってほしいなって思います。でそれではね、もうすぐ朝食だと思うので朝食食べに行きます。フェリーの中をね少し案内しようかなと思います。このような内装になっています。とても美しいですね。なんか船に乗るとタイタニックを思い出しますよね。船が沈まないかなとかいろいろ考えながら船に乗ってました。だんだんと晴れてきたかな。今日は曇りみたいですね。外で撮影したかったので、曇りってね結構テンションが下がっちゃうんですけど、晴れたらいいな。昨日ここで船員さんの服をね着ました。こちらですね、かっこいい。それでは朝食を食べに行こうと思います。朝ごはんなんだろうなってすごい楽しみです。めちゃくちゃお腹空きました。朝食はバイキングです。結構いろんなのありますね。魚とかソーセージとか卵とかあります。あとはこっちにサラダもあります。あとあっちにご飯と味噌汁とかもあるみたいですね。本当にたくさんの食べ物があるのでめちゃくちゃ楽しみです。それでは朝ごはん食べたいと思います。こういうねパンとかね取ってきました。あとはソーセージとか味噌汁とかですね。じゃあいただきます。おいしい。味噌汁本当美味しいですね。やっぱ日本人は味噌汁とご飯ですね。あとねフルーツをねすごいいっぱい取ってきました。じゃあ朝ごはんをね、僕が朝ごはん食べてるのをずっと見てるのもつまんないと思うので、次多分フェリー降りて鹿児島をお見せしたいと思います。フェリーを降りて無事鹿児島に到着しました。今
鹿児島のいろんな滝を巡ったりとか観光スポット巡ってます体調が悪い。でもちょっとドローンの撮影とかしなければいけなくて、なのでドローンでいろいろ映像を撮っていこうと思ってます。今回は新しいドローンとかの映像を撮るのがとても楽しみです。本当に僕はドローンが好きだなって思います。ドローンとかあとはカメラ機材とか本当に好きだなって。でもなんかキリがないというか、どんどん新しいのが出るからどんどんいろんなのが欲しくなっちゃって、もう本当に終わりが見えません。これから新しいこれから滝に向かっているので、その滝の様子も皆さんにお見せしようと思います。今ねこういう道を歩いてます。めちゃくちゃ自然に溢れてます。誰もいません。なんかねもののけ姫の世界みたいなそういう感じです。体調が悪くて僕の声が全然聞こえないと思うんですけど、申し訳ありません。立派な橋が見えてます。すごいですね。なんか道合ってるのか分かんないです。こっちでいいのかな。心配になってきた。めちゃくちゃ綺麗な川です。エメラルドグリーンみたいなそんな色ですね。あと600メートルぐらい歩くと滝があるそうです。600メートルもうね結構だいぶ歩いたんですよ。20分ぐらい歩いたんじゃないかな。でも全然滝見えてこなくて、ようやく川が見えてきました。あと少し。やっと滝に到着しました。めちゃくちゃ綺麗ですすごい、本当に綺麗だな。すごいですね。今まで来た滝で一番綺麗かもしれないです。ほら、すごい綺麗じゃないですか。すごい。鹿児島綺麗なとこたくさんあるので、こういうところたくさん行ってみたいと思います。めちゃくちゃ綺麗ですねThis is a place called Sugawara Shrine. It's a very popular spot in Instagram. Yet, there wasn't anyone around when I visited. The wind was so strong here that I couldn't record any audio at all. It's such a mysterious and beautiful place. If I have another chance, I'd love to come back when it's not windy. If you visit Kagoshima, I highly recommend stopping by this spot.
今回も車はねレンタルしてます。最近レンタカーにすごいお世話になってます。ちょっとトイレに行きたいと思います。トイレに行くので見ないでください。今車に帰ってきましたお腹が痛くてトイレに多分20分ぐらいいたんじゃないかなって思うくらい長く滞在してました。あと今はポカリスエット飲んでます。海外の方、ポカリスエット飲んだことありますか？風邪ひいたりとかしてる時に僕は結構ポカリスエット飲むことが多くて、子供の頃から大好きでした。で、僕が野球やってた頃に友達は結構ポカリスエット飲んでたんですけど、僕は家から粉で作ったお茶とかを持っていくことが多くて、友達いつもポカリスエット飲んでて羨ましいなって思ってました。大人になってポカリスエット飲めて本当に幸せです。すごい寒いです。これからホテルに行こうと思います。桜島ホテルに到着しました。お部屋の横はもう海です。なのですごい絶景を楽しむことができます。ちょっと早めにチェックインさせていただいたので多分今2時ぐらいかなと思うんですけど、夕食が6時からなのでこれから温泉に入ろうと思います。で、温泉も特別に撮影許可が出たので、なので温泉皆さんにお見せしたいなと思います。最近ね温泉ばっか入ってるので、でも旅の疲れとかあとは、疲労とかね、病には温泉が効くんじゃないかなと思うので温泉楽しみたいと思います。それでは早速皆さんに温泉をお見せしようかなと思います。今温泉貸し切り状態なので、男性のお湯は僕以外多分使わないと思います。こちらです。こちらが更衣室ですね。このように温泉があります。通常ここねカメラで撮影することできないので、なので今動画を見ている方はとてもラッキーです。本当に撮影許可は下りないので、なかなかこういう動画を見ることってないんじゃないかなと思います。温泉に入る前にまずは皆さんに温泉の中を見せようと思います。こちらです。こちらが温泉になります。階段があるのでね気をつけて降りて、あの奥のスペースでまず体を洗って、でその後にこちらの温泉に入ります。あとは外の露天風呂も楽しめるみたいですね。露天風呂も行ってみたいと思います。めちゃくちゃ絶景ですね。これはすごいな。以前紹介した大根の花は森に囲まれた温泉なんですけど、こちらは海の前にある温泉です。すごい、めちゃくちゃ綺麗ですね。これは一回温泉入ったらなかなか出られなそうですね。すごくないですかこの温泉。いやー、やっぱり温泉っていいですね。絶景ですよ。でも温泉ってやっぱり高齢の方が好きな人多いので、なのでもしかしたらね僕ももう心も高齢なのかもしれないですね。見てください、絶景です。じゃあ温泉入りたいと思います。でまずこっちの方に戻って、ここの温泉もめちゃくちゃ綺麗ですよね。なんか味がある温泉です。で多分あっちの奥の方は女性の温泉だと思います。なのでこの岩登ってで女性の方の温泉を覗いたら多分普通に捕まります。気をつけてください。
こちらで体を洗って、こちらで温泉に入る。あとは露天風呂もある。素晴らしいですね。ここにある桶とかをこういう風に運んで、あとはこれですね。ここで体を洗ってから温泉に入ります。それでは、温泉に入るために着替えていこうと思うので見ないでください。で、僕の体は本当に細いので、なので皆さんにお見せできるような体ではないんです。もっとね、筋肉がいっぱいあったりとか、すごい魅力的な体だったら皆さんにお見せできるかもしれないんですけど、でも僕はそんなに魅力的ではないので、皆さんに体をお見せすることはできないです。体調がね、本当に悪くて早く治らないとやばいんですよね。なんでかっていうと、2日後3日後ぐらいに僕メイと会うんですよ。メイに会うの本当に楽しみなので、体調を早く治したいです。メイに風邪うつしたくないので、今メイは離れたところに住んでるので、もう簡単に会える距離には住んでないんですよ。だから年に数回しか会えないし、場合によっては年に1回も会えないので、なのでメイと会う機会を大切にしたいです。では温泉入ります。まずはこの温泉に入っています。めっちゃ気持ちいいと、あとなんかすごい砂みたいのがいっぱいついてますよ。これ砂ですよね。なんか桜島って活火山なので、火山灰が朝になると結構車とかに積もったりしてるらしいです。なので桜島の近くに住んでる人は、結構車のメンテナンスとか大変だっていうふうによく聞きます。ちなみに今こちらで僕の体が見えてないと思うので、僕は安心して動画を撮ることができます。いや本当にね、もっとね自信のある体が欲しいです。実は最近少しトレーニングしてるんですよ。何でトレーニングしてるのかっていうと、ジムとか行ってるわけじゃなくて、自分の家で動画編集とか、あと実は最近勉強してることがあって、その勉強の講座を見ている間にトレーニングしながら、講座を見てたりしています。で、結構ね肩とかの筋肉はついてきたと思うんですけど、でもあんまりね体ががっちりして見えないので、まだまだトレーニング足りないんじゃないかなって思います。アメリカとカナダに行った時に体格がすごくいい人が多くて、すごいねなんかいいなって、羨ましいなって思ったのを覚えてます。皆さんねどうやってトレーニングしてるんでしょうね。ジム通ってるのかな、それとも自分の自重トレーニングしてるのかな、すごい気になります。僕は普段お風呂とかシャワーは45度のお湯を使ってるので、43とか42度だったら結構ぬるいなって感じちゃうんですけど、この温泉は多分42度ぐらいなんじゃないかなって思うので、僕にとってはちょっとぬるいかなって思います。もう少しねあったかい熱いお湯だったらいいなって思うんですけどね。今なんで風邪ひいてるんだろうなって思ったんですけど、あんまり体にいいもの食べてなかったなって思って、特にアメリカから帰ってきてから本当に食生活が悪くなっちゃって、今までだったらご飯ちゃんと作って食べたりしてたんですけど、最近はなんかインスタントの食べ物ばっかり食べてたなと思って、だから栄養足りてなかったのかな。なんか僕一人でご飯食べるのあんま好きじゃなくて、でそれは小さい頃からそうなんですよ。
もともと僕の母親ってご飯とか作るのすごい上手で、パンの先生とかケーキの先生とか昔やってたんですよ。今はイタリアンレストランでピザ作ったりとかケーキ作ったりとか、あとはパン作ったりとかしてるんですけど、とにかく料理が上手なんですよね。で、昔母と父が離婚する前は家族でいつもご飯食べてたので、家族が揃ってご飯食べることって本当に大好きだったんですよ。でも両親が離婚してからはそういう家族で食事を食べるっていう機会がどんどんなくなっちゃって、母親も仕事してたからいつも家にはお弁当が置いてあったりとか、そういうご飯しか食べてなくて、だからなんか一人で食べるご飯って好きにはなれなくて、だから最近あんまりご飯食べれなかったのかなって思ってます。あと僕にとっての食事の優先順位って低くて、勉強するんだったら勉強が優先順位が1番になるし、なんか食事っていつも優先順位が2番目とか3番目になっちゃうんですよ。だから本当はね、食事とか睡眠っていうのを優先順位上げないと、いろんな仕事とか勉強とかの効率性とか生産性が上がらないってよく言うと思うんですけど、だから本当はね、ご飯ちゃんと食べないといけないんだと思います。本当にね、いろんな温泉宿をね巡る旅に出ることができたらいいなって思います。まだまだ知られてないすごいいい温泉ってたくさんあると思うんですよ。だからね、そういう温泉をね皆さんにね紹介することができたらいいなって思ってます。なかなかね温泉行く機会ってないと思うので、そういう温泉を皆さんに紹介したいなって思うようになりました。温泉の動画をね皆さんが楽しんでくれて本当に嬉しいです。で、今回の動画はね別に温泉の動画ってわけじゃないんですけど、でも、ね、こういう旅の途中で温泉を見つけると僕はいつも温泉に入るので、なので僕の旅のね Vlog とかそういうので温泉をその都度皆さんに紹介できたら嬉しいなって思います。大丈夫でした。本当に体調悪いので、咳が出ると全然咳が止まらなくて、咳をしすぎると吐きそうになります。まあとにかく温泉気持ちよかったです。で、温泉入り終わったので次は夕食食べようかなと思います。で、夕食の時間までまだちょっと時間があるので、少しホテルの中で休もうかなと思ってます。体調が悪いので休めるときに休んでおきたいなと思います。皆さんもね、冬ってインフルエンザとか普通の風邪もそうだし、乾燥する季節だからいろんなウイルスに感染しやすいと思うんですけど、でも自分の体調に本当に気をつけてください。最近本当に体壊しやすくて、皆さんも気をつけてください。ではお部屋に戻りたいと思います。で、その前にね、せっかくなので皆さんに少しだけこのホテルの、内装についてお見せしようかなと思います。こちらが各フロアのお部屋がある廊下です。なんかエレガントですね。おしゃれ。ここはトイレですね。なんか日本の
田舎の方に旅行できる喜びっていうのは、その場所その場所の新鮮な料理を食べれることかなって思ってます。例えば魚料理とかも海が近いところだと本当に美味しいし、あとはお野菜とかもね、その場所でしか取れないものとかもあるので、そういうのを楽しめるのも田舎に旅行することの強みかなと思います。で皆さんもね、東京とか大阪に行くのもいいんですけど、ぜひ田舎の方にも行ってみてください。いろんな遊べるところがあります。でこのホテルは海に面しているので眺めがすごくいいです。あとはソファーとかもすごいエレガントですね。すごくないですか？めちゃくちゃ綺麗です。でこちらは海ですね。めっちゃ眺めいいです。あとはピアノもありますね。いや疲れましたね。なんか本当に疲れました。温泉でリラックスしたっていうのもあるかもしれないんですけど、体調が悪くて多分今僕熱あるんですよ。だから頭がぼーっとして何にも考えられないです。まあでも大丈夫です。すぐ治ります。皆さんにね、いろんな場所を紹介できるように頑張ります。本当に実はめちゃくちゃ風邪ひいてるんですよ。実は今回鹿児島には仕事で来てるので、なので風邪ひいてても仕事を断ることができなくて鹿児島に来ています。でも鹿児島に来れたことは僕初めてだったんですよ。鹿児島に来るのが。だから本当に嬉しくて、風邪ひいてても鹿児島に来れて本当に良かったなって思ってます。なので鹿児島を本当に満喫したいなと思ってます。で僕もともと東京に住んでて、で今は鎌倉に住んでて、で鹿児島ってかなり下の方にあるので、もう全然遠いんですよ。すごく遠くてだから鹿児島に自分が行けるなんて思ってなかったし、でこの機会をくれた人にね、本当に感謝しています。で僕のアカウントってユーズアドベンチャーズっていうアカウントじゃないですか。もともと世界中の人々に日本の美しさとかいろんな場所を紹介するっていうコンセプトで始めたチャンネルだったので、皆さんにね、僕が行ったことあるとこも含めて、僕が行ったことないとこもいろんなとこ皆さんに紹介できるのは本当に嬉しいことだなって思ってます。なのでもし皆さんが日本の見てみたいところがあればコメントに書いてください。皆さんのコメントを読んでそこに行きたいなって思います。なんかね、薬を飲んで薬が効き始めるとちゃんと普通に喋れるんですけど、薬飲んでないといつもこんな状態です。肺炎になってからは結構こういうことが多くて、あとは咳が出て、一回咳が出始めちゃうと普通に喋るのが本当に大変になっちゃって、でも薬飲めば良くなるので、ご飯食べたら薬飲めるのでその後は普通に喋れると思います。なのでね、ちょっと皆さんの耳がね痛くなるんじゃないかなっていうような声で僕喋っちゃってますけど、お許しください。ではご飯の時間までちょっと休もうと思います。では夜ご飯食べていこうと思います。夜ご飯めちゃくちゃ豪華です。こんな感じの釜飯も入っていて、あとは天ぷらもありますね。天ぷらに
しゃぶしゃぶ、あとは魚ですね。海藻も入ってます。もずくかな。では早速食べていきます。これもずくだと思います。あとはこちらはホタテですね。貝です。あとは天ぷらです。天ぷら食べたことありますか？天ぷらめちゃくちゃ美味しいのでいつか食べてみてほしいです。めちゃくちゃ美味しいですね。本当に日本の食べ物って美味しいなって思います。海外旅行とか行った後に本当に日本食が恋しくなります。いつかね、皆さんもぜひ日本食食べてください。おはようございます。昨日夜ご飯食べてから体調悪すぎてすぐに寝ちゃいました。もう寝癖がすごいと思います。これから温泉のお風呂に入って朝食を食べて、でその後また鹿児島の動画を撮りに行こうと思います。今日は天気すごい良さそうですね。朝焼けの様子です。すごい綺麗ですね。鳥が飛んでます。起きたばかりなので頭がだいぶすごいことになってます。僕って結構髪型がほとんどというか、髪型によって自分の見え方だいぶ変わっちゃう人なので今とんでもない自分の姿を世の中にさらしていることになると思います。まあでもリアルでいいですよね、きっと。今日も体調治ってないですね。なかなか一回風邪ひくと治るの遅くて、早く治したいです。早く体調治ったらいいな。それではお風呂入っていきます。今温泉から出ました。本当に気持ちよかったです。やっぱり朝温泉入るとすごいすっきりするなと思います。今日の朝ごはんなんだろうな。で昨日の夜ごはん本当に美味しかったんですよ。なので朝ごはんとっても楽しみです。で皆さん本当に日本に来たら日本の食べ物と、あとは温泉に入る機会があったら何回も温泉入ってください。本当に気持ちいいので。それでは朝ごはん食べに行こうと思います。多分チェックアウトの時間が10時なんですけど、今日は朝食食べたらすぐにホテルチェックアウトして出かけようと思います。なんでかっていうと、いろんなとこ行きたいので、なので、観光に時間を使うためにはあんまりゆっくりしてられないかなと思うので、早くチェックアウトしていろんなとこ行こうと思います。で今回車レンタルしていろんなとこ回ってるんですけど、もし車レンタルしてないといろんなとこ行けないと思うので、皆さん地方田舎の方に旅行する場合にはぜひレンタカーしてみてください。で車の免許持ってないと難しいと思うんですけど、そういう場合にはツアーをお願いするのもいいかもしれないですね。あとは友達とかに車の運転お願いするのもいいかもしれないです。日本人の友達ぜひ作ってください。結構フレンドリーな人多いと思うので、日本人と仲良くしてくれたら嬉しいです。その方が皆さんいろんな日本の
そ楽しめると思うので、では朝食行ってきます。朝食を食べに来ました。すごい豪華です。味噌汁いただきます。めっちゃ美味しい。やっぱ日本人の朝食は味噌汁です。味噌汁飲んだと日本人に生まれてよかったなって思います。味噌汁飲んだことありますか？これは多分さつまいもかな。さつまいもを甘くした食べ物だと思います。すごく美味しい。これはカニかまぼこ。美味しいですね。なんか本当にアメリカに行ってる時、日本のご飯食べたいなって思ってたんですけど、本当に日本のご飯って美味しいので、日本に来たら旅館とかホテルとかの日本の朝食食べてみてください。でも意外と日本のコンビニのご飯とかも美味しいので、そういうのもトライしてほしいです。実は日本のカップヌードルとかめちゃくちゃ美味しいですよ。アメリカのカップヌードルとかと味全然違うんですよ。自分もそれはすごいびっくりして、だからなんかお弁当とかお菓子とかインスタントフードも本当に全然違うのでだからそういうのを全部トライしてください。少しだけお部屋の様子見せたいと思います。あんまりね広いお部屋じゃないんですけど、この黒電話めちゃくちゃ懐かしいです。僕が子供の頃ね、おばあちゃん家にあったような気がします。なかったっけな、確かあったと思います。もう今ではねどこの家にもないんじゃないでしょうか。これはねめちゃくちゃ懐かしいです。であとはこういう風な電気ですね。日本の古い旅館とかによくある電気のデザインですね。あとはこういうローテーブルがあって、あとはねトイレがねすごい狭いんですよ。これです。めちゃくちゃ狭くないですか？なんかね本当に古い日本のトイレっていう感じがしますよね。これ多分手洗うんでしょうね。トイレットペーパー。これ座ったらねもう壁しか見えない、そういうトイレです。あとはここが洗面所ですね。ここで顔洗ったりとか歯磨いたりとかできるようになってます。でこっちは何でしょうね。こっちまだ見てない。ドアがあります。恐怖のドアですね。ここ開けちゃいけないようなそんな気がしてならないので開けるのはやめましょう。そんなに広くないんですけど、でも日本のね古い旅館のような味があるお部屋になってます。今は JR 最南端の駅西大山というところに来ました。こちらですね。 JR 最南端って書いてあります。この辺です。日本の地図がこれなんですけど、そのうちこちらにある駅です。で僕が住んでるのがだいたいこの辺なので、だいぶ遠いところに来ました。あれは大山っていう山なのかな。もし間違ってたらごめんなさい。すごいねのどかなところでめちゃくちゃ平和な感じがします。日本の典型的な田舎っていう感じですよね。でここは
電車がね有名らしくて、で午前中に3本ぐらいしか走らない電車を撮りに来てる人がたくさんいます。なので電車を乗りに来るというよりは電車を撮影しに来る人が多いんじゃないかなと思います。なのでね、競争が激しいから撮影するの難しいかもしれないですね。こんな感じでね、今人が少しずつ増えてきました。で結構ね、電車を撮ってる人たちってね、気性が荒い人が多いんですよ。でなんでかっていうと、結構レアな電車ってなかなか見ることができないので、それをターゲットにして撮影しに来てる人たちっていうのはね、結構ねピリピリしてる人が多くて、なのでなんかあるとねすぐに怒鳴ってきたりとかする人いるんですけど、まあ仕方ないかな。あんまり怒るのは良くないと思うけどね。あと数分で電車来ると思います。こちらの電車です。こちらが数時間に1本しか来ないので、みんなこの電車を写真撮りに来てるそうです。すごい競争が激しいですね。みんな動画とか写真撮ってます。観光スポットとして有名な黄金の鳥居というところに来ました。なんとですね、あちらに竜の卵が売ってるらしいです。ドラゴンの卵だよ。食べたらどんなことが起こるんでしょう。でもドラゴンの卵なんて食べたくないな。黄金の鳥居っていうから、どのぐらい黄金なのかなと思ったら結構黄色っぽい感じですね。でもよく見たらゴールドなのかな。こちら2つ鳥居があります。ここも観光名所としては結構有名のようです。小判ですね。小判がいっぱいあります。すごい。中には竜がいますね。なんかお金持ちになれそうな感じですね。でこの鳥居にここで一礼をして前に進みます。奥に先ほど見た大山というところが見えますね。めちゃくちゃ眺めも綺麗です。横はね田舎の民家みたいなのがあります。ここら辺がきっと写真の撮影スポットなのかな。すごい美しいです。やっぱなんかこういうね田舎の絶景みたいなのはなかなか来る機会がないので、来れると本当嬉しいですよね。特に鹿児島なんてね、僕のこれからの人生の中であと何回来ることができるのか、もしかしたらねもう二度と来ないかもしれないので、なのでここの景色を見れたっていうことは本当に嬉しいことだなって思います。鹿児島を歩いていて、このススキがねすごい綺麗なんですよ。車を運転していてもススキがたくさん生い茂っていました。こちらは農家さんが野菜を育ててますね。神社の隣に野菜、すごい珍しい光景ですね。なんだかルールがない、そんな神社です。観光地として人を集めるために建てられた神社なのかもしれないですね。神主さんもいなさそうなので、写真撮影のスポットとか観光スポットのために建てられた場所なのかもしれません。いやでも鹿児島に歩いてて人が全然いないんですよ。鎌倉に住んでると観光客すごい多いんですけど、鹿児島全然いないです。東京もねすごい人多いんですけど、鹿児島はねとにかく人が全然いません。なのですごい開放的な気分で旅行を楽しむことが
できると思います。これもドラゴンかな。すごいね、金色です。全部金色に塗られています。面白いね。こっちにも金色のドラゴンがいますね。面白い景色です。すごい本当に素敵な景色ですね。なかなか見ることができない景色だと思います。黄金の鳥居です。本当に旅っていいですね。いろんな景色を楽しみながらいろんな経験をすることができて、僕はね小さい頃とかあんまり旅行とかしてなかったんですけど、その時間はもったいなかったなって思います。本当にいい経験たくさんできるので、今もそこに鳥が飛んでるんですけど、見たこともない鳥です。色もすごい綺麗。残念ながらこのカメラではね鳥を撮影することはできないですけど、見たことない。写真撮りたいな。今回の旅ではちょっと体力がなかったので望遠レンズを持ってきませんでした。なので残念だけど野生のね鳥を撮ることはできません。でもね、いつかまたここに来て野生の鳥を撮りたいなと思ってます。咲いてる花とか植物とか歩いてる虫とか飛んでる鳥とか見知らぬ人とか、本当に新鮮な経験ができるのが旅行の楽しさだなって思います。本当にここに来てよかった。黄金の鳥居皆さんもね鹿児島に来たらこの黄金の鳥居をねぜひチェックしてみてください。面白いですよ。なんとですね、こちら鯉に餌があげられるそうです。鯉に餌があげられますよっていう風に書いてあります。水がめちゃくちゃ綺麗なんですよ。で、鯉いるのかな、ちょっと見てみますね。お、めっちゃいますね。めちゃくちゃいるけど、なんか写真っていうか絵に描いてあった鯉と違うぞめちゃくちゃいるけど、でもさっきの鯉はこれだったんだけど、でも今の鯉はこれです全然違いますね。でもここにいっぱいいるのは多分ここで餌あげる人がいるからですよね。今はダグリ岬というところにいます。また海です。こんな感じの海です。めちゃくちゃ綺麗ですね。鹿児島は辺り一面海っていう感じの場所ですね。海って人が多いイメージがあるんですけど、鹿児島はとにかく人が全然いないなっていう印象でした。びっくりするぐらい人がいなくて、観光客も全然いないんですよ。だからなんか人があんまりいない田舎の雰囲気とかを楽しみたいっていう人にとってはめちゃくちゃいい選択肢なんじゃないかなって思いましたね。僕はもともと生まれも育ちも東京だし、あと今鎌倉に住んでるので、なので本当にいつも人が多いんですよ。もちろん人が多いことでその便利なね生活ができたりすることもあるし、逆に人が多いから交通量が多くて歩きづらかったり車の運転が大変だったりすることもあるんですけど、でも東京もいいけど、やっぱりこういう人が少ない地方のエリアを観光するのもすごい
いいかなって思いました。鹿児島めちゃくちゃおすすめですよ。本当に静かで時間がゆったり流れて、それで美味しい食べ物もいっぱいあるし、人も優しいし、ただなんか車がないとあんまりいろんなとこ行けないかなと思うので、なので観光行く場合には車をレンタルして行くのがいいのかなって思います。本当におすすめです。ただなんか僕は結構風がねあんま好きじゃないんですよ。風が強いと、例えば、ドローン飛ばす時もそうだし、あとは何か撮影する時もね、風が強いと結構撮影しにくいなって思うことがあるので、風が好きじゃないんですけど、鹿児島は結構ね風が強いのかな。海があるからね、すごい開けてる場所なので風が強いのかなって思います。でこれからフェリーに乗って大阪に帰りたいと思います。フェリーに来ました。またビュッフェなのでご飯を選んでます。何食べようかな。なんかビュッフェってね楽しいですよね。いろいろあるんで、カレーライスもいいんですけど、あとはサラダもいいですね。あとはあれは海鮮ですね。メニューはそんなに変わってないかな。フルーツがめっちゃあります。あとはねケーキ美味しかったですね。鹿児島では最後のディナーです。コロッケとか唐揚げとか、あとはこういう海藻とかね、いろいろ取ってきました。いただきます。おいしい。少しね体調回復してきた気がします。鹿児島の健康的な食事のおかげかもしれないです。今回の動画で皆さんに鹿児島のいろんなところを見せたわけじゃないと思います。正直僕の体調が悪すぎてあんまり多くのことをね皆さんに紹介できなかったんじゃないかなと思うんですけど、でもねもっと元気な時に皆さんにいろんな場所を紹介したいなと思うので、またビデオを見てくれたら嬉しいなってね思います。もしねチャンネル登録してない人がいたらチャンネル登録してくれたらとっても嬉しいです。あとコメントもしてくれたら本当に嬉しいです。では次のビデオでお会いしましょう。ではまた。